かつて DJI が築いたジンバルカメラというマーケットですが、手軽に映画並みの動画が撮れるということで、一気に市場が広がりました。そして2026年、インスタ360がこの分野にも進出、DJI も新製品を投入し、この市場がますます熱くなっています。インスタ360からは、この分野では新製品となる、ルナウルトラ、初号機でありながら、その完成度は非常に好評です。一方でパイオニアである DJI は、4代目となる Osmo Pocket 4P をリリース。こちらはプロの映像クリエイターからの評価が高いようです。これらジンバルカメラの分野で歯を競う2製品ですが、外観はよく似ていますが、目指す製品コンセプトは随分違っているように思えます。さて、この2製品が発売される前から、国内外のインフルエンサー、案件、自腹に関わらず、ガジェット系 YouTuber が多くの比較動画を上げています。でも、カメラ素人には全く意味のわからない専門用語の嵐。はたまた、画像の差がわからない間違い探しのような比較画像の数々。これらの動画を見ていると、用語の意味、画像の違いがわからないとこのカメラが使えないの？と疑問に感じてしまいます。人間、選択肢が多すぎるとかえって選択できなくなってしまう。というのは、科学的に証明されている事実です。そうであれば、こういった動画を見れば見るほど、どっちのカメラを買うべきか、あるいは買わないべきか悩んでしまうことになりますね。では一体、どんな人たちが何を基準にこのカメラを選択しているのでしょうか？カメラを何台も使っているような専門家ではない多くのライトユーザーにとっては、小難しい言葉や理屈なんてどうでもいいから。綺麗な動画を簡単にさっと撮れて、サクサク SNS に上げられれば、それで十分満足なはずです。ライトユーザーにとっては、違いがわからないような画質にこだわるのではなく、大切なのは確実に動画が撮れていること。すなわち、撮りたい時にちゃんとバッテリーがあって、熱停止なんかで撮れていなかった。なんてことがないようにすること。すなわち、きちんとミスなく撮れていることの方が、大差ない画質よりよっぽど大切だ。とは言えそうです。さて、前置きが長くなりましたが、ルナウルトラに話を戻しましょう。ルナウルトラの一番の特徴は何と言っても、そのタッチパネルをカメラ本体から分離してリモコンとして使えることです。それは撮影が便利というだけではなく、撮影スタイルそのものを劇的に変えるインパクトがあります。しかし、タッチパネルを分離するということは、バッテリーも分離することになるので、新たに注意すべきことができてきました。それが充電と発熱です。本動画では、カメラの用語や設定方法は一切語らず、バッテリー持ちと熱停止について検証します。なぜならライトユーザーにとっては、それが一番の関心事だからです。で、最後に、充電、撮影での注意点を考えてみたいと思います。ここで本題に入る前に、専門用語を一つだけ解説します。FPS というのは、動画1秒あたりに何枚の静止画を映すかを表すものです。そもそも動画はいわゆるパラパラ漫画で、静止画を連続して瞬間に映すことで動いているように見せています。ですから、1秒間に映す静止画が増えるほど動画の動きは滑らかになりますし、たくさんの枚数を撮影できることは、それだけ高性能なカメラだというわけです。それはさておき、今回の検証では、一定温度の室内で、ズームなどのカメラ操作はせず、フル充電から何分撮影できるか、いわゆる長回しの状態でのバッテリー残量と温度の変化を記録しました。
最初は、リモコンをカメラにセットした状態で長回ししてみました。解像度は使用頻度が最も高い 4K30fps。結果、録画時間は2時間20分ほど。バッテリー残量 3% で録画停止しました。この間、カメラ温度は55度ほど、熱停止はありません。数字だけではイメージつきにくいので、グラフにしてみました。ほぼ一定割合で放電していることがわかります。一方リモコンは、数値をモニターするときのみつけてますので、それほどのバッテリー消費はありません。通常はジンバルを動かしたりすると、電力消費は増えますが、結論として、撮影の間バッテリーが切れることはなさそうです。それでは FPS、つまり動画の滑らかさを上げると、バッテリー残量と温度はどうなるでしょうか。まず、4K60fps。60fps は1秒間に60枚の静止画という意味ですから、スポーツなど動きの激しいものを撮影するモードです。こちらは 30fps と比べてバッテリー残量、温度とも大きな違いは見られませんでした。次に 120fps。これはスローモーション動画を撮るような場合に使われるモードですが、30fps に比べて約2割ほどバッテリーの減りは早くなりましたが、温度変化はほとんど変わりませんでした。こうしてみると、FPS を上げても大した影響もなく、ついつい大きな FPS を使いたくなりますが、実は撮影枚数が増える分、データ容量はその分大きくなっていきます。60fps は 30fps の約2倍、120fps では4倍近くに膨れ上がっています。またデータ容量が増えると、後の編集もその分大変になってきます。次に、ルナの売りである 8K 撮影はどうでしょうか。これは明らかにカメラに高負荷がかかっているのがわかります。撮影開始60分で60度のレッドゾーンに突入。その後は熱停止頻発で撮影停止になりました。そもそも論、8K って意味があるんでしょうか？ YouTube でも最高 4K ですし、4K テレビは生産自体が中止になりました。映像関係の特殊な人以外、8K が必要な人はそんなにいないでしょう。まあ、8K 撮影可能というのは、メーカーが技術力を宣伝するほかは実質的にはあまり意味がないような気がします。リモコンをセットした平易な状況で、撮影時間と温度を測定してみましたが、この検証でカメラとリモコンのバッテリーは独立しているのが分かりました。そして FPS を上げると、撮影時間への影響はそれほど大きくはないものの、データ容量は爆増します。また解像度を上げることは温度上昇につながりますから。まあ、8K は特殊な事情がない限り使わない方がいいでしょうね。さて、ルナの最大の売りは、ディスプレイ部分を分離して、リモコンとして使えることですが、リモコンを分離した場合、バッテリーと温度の影響はどうなるのでしょうか。実験条件は先ほどと同じ。ただし、ディスプレイは分離して測定します。またディスプレイには 210mAh のバッテリーが内蔵されています。実験してみると、特徴的なことが分かりました。まず、リモコンとの通信のために電力を消費しますから、撮影時間は約1割程度短くなり、温度上昇も顕著です。また、リモコンのバッテリー容量は小さいので、約1時間程度でそれを使い切ってしまうと、リモコン操作ができなくなります。リモコン一体の場合と分離した場合、並べてみるとこんな感じ。ここで重要なことに気がつきます。リモコンを動作させるためその分、カメラのバッテリー消費が増え、録画時間は短くなり、カメラの温度も上昇します。使用上、リモコンのバッテリーが減っても、自動的にカメラからは充電されません。リモコンの充電は、撮影停止時にカメラを通じて外部からのみ充電できます。
また、録画中に外部充電をつないでも、リモコンには充電されません。そして、リモコンのバッテリーが切れれば、撮影は停止になります。その時は、リモコンをカメラに戻せば、撮影は継続できます。最後に、充電の様子を見てみましょう。リモコンはカメラを通じて充電されます。リモコンとカメラのバッテリー容量は7倍の差がありますが、充電にかかる時間はほぼ同じのようです。そしてこれはバッテリーの一般的な傾向ですが、100% 充電に達するまでに 80% 充電の約 1.5 倍の時間がかかります。検証作業はここまでです。ルナは高性能ゆえにバッテリーの取り回しが特に重要です。これをバッテリーマネジメントと呼び、いくつかのポイントを考えてみましょう。一つ目の注意点は、解像度や FPS をむやみに上げてもバッテリーやデータ消費が増えるばかりで画質への貢献は限定的だということです。通常の撮影であれば 4K30fps で十分すぎるぐらい十分です。二つ目は、カメラ温度はカメラ周辺の環境温度に大きく影響を受けますが、カメラが熱くなったと感じたら、一旦撮影を休止して温度を下げるようにしましょう。三つ目は、リモコンのバッテリーはカメラからでしか充電できません。リモコンのバッテリーを使い切ると、いざという時に使えないので、こまめにバッテリー残量を確認して充電しておきましょう。ジンバルカメラは急速に発熱する傾向にありますので、長回し録画には不向きと言えます。ですから、風景撮影、スローモーション、タイムラプスなどのスポット的な撮影に向いていると言えそうです。バッテリー、発熱問題については以上ですが、いかがでしたでしょうか。ルナのもう一つの見どころである望遠撮影については、尺の都合上、次回の動画で検証したいと思います。ご視聴ありがとうございました。